こんちは。4G ハンマーソロ攻略のパートに始めていきます。今回は初の緊急クエストから、ケチャワチャが相手になりますよ。例によって打撃の肉質優位性は全くない。効率重視なら斬撃でいいね。やっぱりスタン考慮されてるのを感じる。頭の肉質、妙に打撃のが硬いこと多いんだよな。故にチャークと居合体験が強いんでしょうね。考えすぎかもしれませんが。この削りがハンマーの天敵だ。これでため解除されちゃうからね。4K は相手がよく動きますので、この点でも不遇な感じしますね。ハンマーのためは風圧のみ無効化っていうちょっと特殊なタイプのアーマーです。上位武器はみんな強いアーマー持ちだからね。これが環境ってやつだ。この地味な吹き飛ばしも腹立つ。ハンマー持ってんだからちょっと踏ん張れよ。こんなでかいドンキ、下敷きになったらイチコロですよね。死と隣り合わせの職業です。さあ、ようやくスタンですが、ホームランを豪快にスカっていきます。なぜこんなにも判定が小さいんだ。マジでよく外れるんだが。総中根の切り上げとはわけが違いますね。慣れるしかないです。そのままノリに派生。地味にここが初のノリだ。ドスジャギーやってないので、ここで解説入ります。普通に邪魔なのでやめていただきたい。最初に経験者か聞かれなかったっけ？チュートリアル飛ばす方法はないみたいだな。このクエはサブタゲがノリになってます。ここで初ノリでも想定内ではあるみたい。ちょっと具だったけど休眠入った。起こすときはしっかりホームランだけ狙うよ。最初の2発をわざと外すのが結構難しい。ここは技術と経験のみでやってます。そのままフィニッシュで無事星3昇格。これで次の拠点に行けるな。新天地、ワクワクしますね。いよいよ新生我らの段、出発です。ここで竜神商人が加入。外界との窓口になる、めちゃくちゃ重要な人だ。4K 独自要素の素材交換もここからですね。いろんなモンスの素材が手に入りますよ。そのままの足で次の拠点に出発です。目指すは殴り村ですね。目的は旅団の船を作るためだ。海を越えての冒険が可能になるぞ。この辺のムービー、シナリオで一番好きかもしれません。めちゃくちゃワクワクしますよね。みんなで旅してる感すごいよね。施設がそのまま移動用の車になってるのもいい。移動には何日もかかってるように見えます。こりゃあ船が早々に欲しいところですね。というわけで殴り村に到着。みんな元気がないがどうしたよ。村に流れるマグマが止まったとのこと。これは船どころではなさそう。今一番困ってるのは鉄カブラの出現のようです。次はこれを倒しに行きます。カブラね、序盤のちょっとした壁だな。このまますぐ行ってもいいが。そろそろ戦闘用防具を揃えるとしよう。少し寄り道だ。寄り道先はドスランポスのギルクエです。やっぱりランポス防具は抜けて強い。攻撃力低いうちは攻撃アップの加算が強い。倍率100なら攻撃小でも 1.1 倍だしな。しかもこのクエ、たまたまツタエリアにランポスがいる。小型を無視して戦えるの嬉しいわ。本体もはめて倒しやすいですからね。いろいろとありがたいクエです。ただ、レザーだと攻撃がかなり痛いので、体力には注意しましょうね。大丈夫だろ、たかだかドスランポスだぞ。油断大敵とはこのことですね。どう見ても落とし物出る場面じゃないでしょうに。畜生、欲張った。少しでも素材が欲しい時期なんだよ。防具には皮やら鱗もいるから、なるべく小型どもも掃除していきたい。せめてドスランの移動を待つべきでは、さっきのダメージ見たでしょ。それが弱っても移動しないんだよな。隣は川なんだが。ちょっと目を離さない方が。いやはてなじゃないでしょ。どう見てもドスランに集中すべきでしたよ。くっそ、ギルクエレベル2ごときで3打できねえぞ。マジでやるわ。で、どうやらこのクエはツタエリアが休眠らしい。だからなかなか移動しなかったのか。若干小型の素材集めが面倒でしょうかね。その後は適当に殴って無事クリア。危うく3落ちするところでした。しかし、ドスランの火力やばかったな。こりゃ寄り道して正解だったぜ。じゃあ、必要な素材をサクッと集めよう。はい、無事に集め終わりました。銅以外をランポスで固めましたよ。これで攻撃小が発動。防御力も4倍くらいになったぞ。早速これで鉄カブラ退治と行こうかね。さっさと船作ってもらおうぜ。初地底洞窟ではないですね。前回言ってますから。よし、カエル狩りスタートだ。でかい顎にスタンを入れていこう。肉質はおおむね残打の際はないです。なんと牙は若干打撃のが柔らかいですよ。なるほど、牙に弱毒が通るのは打撃だけなのか。数値上は3だが、かなりでかい違いだね。一方で前足の扱いは逆なのか。この微妙な差別化は何なんだよ。一応、肉質に個性を持たせる気はあるんでしょうかね。
よく調べないとわからない範囲ですが、岩ごとぶったたいて豪快にスタン。序盤はリアクションが多くて楽しいね。鉄かぶらは残念ながらハンマーはありません。防具は共通して優秀ですけどね。足防具だけ作ったらもう用済みかな。武器あってもろくな性能じゃなかったろうが。ハンマーくん意外と切れ味使いますからね。緑が長くないと使う気になりません。武器性能も早くも物足りないね。そろそろ乗り換え先も考えないと。よし、1エリア討伐はできた。ギリギリ9大点って感じか。しかし、緑を使い切って5針超えちゃいました。やっぱりいまいち火力が足りません。あと、頭以外を殴った時本当に何も起きませんね。単発火力が低くてひるみづらくて。これやっぱ属性必須っぽいよな。早く揃えたいわ。ともあれ、ストーリーの方は無事進行。しばらくは溶岩が止まった原因を探るとのことだ。その間は各自のお願い事を聞く感じになります。まず工房の方からですね。ゲルスが出てきたか、次はこいつを狙うとしよう。はい、ではゲリョス戦参ります。この子はサンダの肉質がガラッと違いますね。打撃は頭だけ狙うの許されてる感じだね。唯一の破壊部位だし、噛み合っていると言える。さらに、ゲルスの頭はランクによる違いもある。これはかなり珍しい仕様だね。これはどういう意図なんでしょうかね。ひるみはめとかの対策なのでしょうか。何にせよやることは変わらない。頭だけを正確に狙っていこう。華麗に振り向きスタンプでスタンへ。爽快感があるのはいいことだ。追撃もしっかり全部頭に当てていきますよ。部位破壊報酬も貴重な素材が多いです。30% で毒会長の頭が手に入るね。毒ハンマーの素材になるぞ。ただ、残念ながら性能が低く将来性もない。属性は欲しいが、毒特化はちょっと渋いからな。ゲリョ武器といえば物理寄りなイメージあったんですが、今作だと切れ味が悪くて使いづらくなってますね。持ち替え先の候補になり得たのにな。ちょっともったいないぜ。さて、瀕死からの逃走を無事取り逃がして、こちらで討伐を狙っていきます。ここ何気に屈指のクソエリアだよね。中途半端な距離の段差が一番邪魔だわ。アクセスも悪いですからね。指定洞窟は高低差がひどすぎて。結局、討伐タイムは6分40秒。悪くないけど、やっぱりもうちょい早く終わってほしい。システムの壁を感じますね。付き合っていくしかないです。で、ここでストーリーが進行する。筆頭たちが村に来たぞ。彼らは謎のモンスターを追っているらしいです。まあご甘柄なんですけど。筆頭と加工屋の娘の絡みは貴重です。ワイルズ経験者ならちょっとだけエモいかも。その後は料理人の依頼でドスギネ捕獲へ。今更のス潮流には遅れを取らんね。ぶっちゃけトスランノが強力に感じました。火力が全然違うような。やっぱり麻痺の分、ステータス抑えめなんでしょうか。取り巻きも多いですし。単純に防御力の差な気はするけどね。防御15と55じゃ全然違うからな。依頼をサクッと終わらせて村長のところへ。溶岩が止まった原因が分かったぞ。ネルスキュラの巣でせき止めてたようです。モンスター1匹の影響力すごいですね。そういうわけで、村星4昇格の緊急になります。この子は一つ初心者の壁になるでしょうね。スキュラ素材はハンマーにとって重要だ。素材も狙いつつ、しっかり討伐していこう。ではスキュラ戦やっていきましょう。まずは肉質チェック。総合すると打撃ビューリって感じかな。まんべんなく通ってくれるよ。毒トゲに通りやすいのはありがたい。このクエのサブタゲ、達成すんの難しいからね。毒トゲ、見えてる部分のトゲだけでなく、皮を剥がすところまで壊さないといけませんね。ノリやら打撃での攻撃が有効です。しっかり壊して素材を集めましょう。こいつに関してはツタ下の方がやりやすいかもな。スピードは遅いし、隙のある攻撃が多くなる。挟み込んでぶら下がる攻撃がチャンスですね。トゲと外皮の破壊を狙っていきます。この子、チャークで攻略した時はかなり苦戦しましたが、それよりマシな匂いがしますよ。そもそもチャークが相性悪いからね。ハンマーのペースに合ってると思うわ。頭も小さいけど意外に当てやすいです。スタンが自然に取れます。打撃ならちゃんと頭狙わないと火力出ないからね。頑張って狙おう。ふむ、この分なら早く終わりそう。さあ、サブタゲも無事達成して大詰めだ。トゲ破壊したら貧相な見た目になったぞ。スキュラ本来の体色は真っ白ですね。武器防具の見た目に近いです。貧相だし、より雲っぽくてキモいですね。毒トゲあるとかっこいいんですけど。カブトムシも角ないとキモいしね。虫なんてこんなもんさ。よし、無事クリア。タイムは8分ちょいだったぞ。チャークのタイム上回ったの初じゃないですか。いい傾向ですよ。さて、では武器更新を目指しますよ。広角と胸角と睡眠袋が必要です。2、3回で集まるといいな。早いと言っても面倒な相手だし。
お祈りの時間です。集まるまでカット。よし、無事素材は集め終わったぞ。その間、殴り村に溶岩が戻った。その流れで速攻船が完成。さらに娘っ子が入団しました。加工屋の娘はモグラ族じゃないんだよね。いまいち経緯がわからんけど。じゃあ、船出の前に装備更新と行こう。何があるかわからないそうだしね。待望の武器強化はこちら、クラスターハンマーでございます。倍率110、会心 5% に長い緑ゲージ。さらに睡眠がついてる。睡眠100はおまけに近いが、物理面ですでに優秀なハンマーだね。多くの武器種はスキュラ後に強化段階が解放。一段上の性能が手に入りますね。よし、じゃあこいつで次の場所に行こう。順調な航海でありますように。はい、意図的に立てたフラグを即追って参ります。ゴマちゃんの襲撃タイムです。船を集中攻撃されたらイチコロだったと思うが、律儀に怠慢してくれるよ。このイベント、ガード持ちじゃないと普通に難しい。とにかくフィールドが狭すぎてな。兵器での攻撃を意識していきましょうかね。船と旅団を守りましょう。睡眠はちょっと取るの難しそう。すぐ船外へ出ちゃうからな。船の設備でダメージを与えていきます。一発一発が結構重要です。こんなんでぶっ刺したらバラバラだと思うが、激流層当ててもまだ終わらんぞ。武器で地道に削らないといけませんね。むしろここからが大変です。こんな風にね。ふざけんな、ハメやんけこんなの。気を取り直していくぞ。体力100だと2発圏内なの不安すぎる。乱歩 4V じゃ足りなかったでしょうか。今言っても強化できませんが。ダメ攻撃で地道に削った方が良さそう。ここまで来て引き返すとかごめんですよ。そりゃ私だってそうだ。なんとかこのまま終わらせるぞ。睡眠もスタンも入らぬままです。ひょっとしてこれも火力不足か。なんかぬるっと終わった。妙な間は何だったんだ。とりあえず一安心ですね。おつった時はどうなるかと。何はともあれ、無事にストーリーが進みます。再度ゴマちゃんから攻撃を受けますが。ツンデレ双剣こと筆頭リーダーたちが助けてくれて、そのままチコ村に流れ着くよ。ここは迷子の村と呼ばれる不思議な場所。っていうか、我々どこ目指して後悔してたんでしょう。とりあえず漠然とシナト村が目標だったけど、回路じゃいけないとここで判明するね。次回からはここで厄介になりつつ、シナト村を目指す方法を探すよ。物語は中盤に突入です。次回も頑張っていきましょう。ほいじゃ、次の動画で。またね。